おはようございます。今日はフィレンツェに行ってきます。6時だとまだ真っ暗ですね。はい、飛行機では撮影できなかったんですけど、イタリアに着きました。とりあえず、ホテルに向かいます。快晴です。ホテルの部屋はこんな感じです。すごい綺麗な。バルコニーからの景色はこんな感じです。結構いいですね。はい、サンタマリア・ノベラ薬局に着きました。800年以上の歴史がある世界最古の薬局だそうです。本当にエントランスも綺麗ですね。ここなんですけど、昔は修道院だったみたいで、この中でハーブを栽培して、薬を作ってたことがきっかけみたいです。今ではそのハーブを用いた薬が、香水になって売られているという感じみたいですね。はい、お腹が空いたので、お昼のお店へ向かいます。今回はセントラルマーケットで、お昼を食べます。いや、お店が揃ってますね。今回選んだお店はこちらになります。トスカーナのプロシュートとサラミを挟んだフォカッチャです。いや、本当パンがとにかく美味しいです。それに合わせるトスカーナのキャンティーワインも絶品です。腹も満たされたところで観光ときますか。こちらはサンタマリア・デルフィオーレ大聖堂です。パレードやってますね。いや、実物は想像よりかなり大きいです。オレンジの屋根が注目されがちなんですけど、下の建物も独創的なデザインで見る価値あります。ちょっと三色団子っぽい色ですね。はい、近くのエノテカへ来ました。エノテカってワインの展示だったり、試飲販売をしているワインショップだったりバーを意味しているそうです。はい、トスカーナワインで乾杯。チン。飲んだ後にちょっと下のワインセラーも拝見させてもらいました。結構安いワインから、高いワインまでランダムに配置されてます。値段はだいたい10ユーロ前後から50ユーロくらいが多いですね。はい、ワインでちょっとほろ酔いになって、ミケランジェロ広場へ向かいます。最後の方結構きつめな坂なので、体力に自信がない方はタクシーでも行けます。
うわ、どうも綺麗に見えて最高の景色です。ここは本当に行くべきですね。フィレンツェに来た際は。日も落ちてきたし、そろそろ、予約してる夜ご飯のお店に向かいますか。夕飯はトラットリアアッカディに来ました。フィレンツェ在住の、YouTuber さんがおすすめしていたお店です。イタリアの地元の人は基本ハウスワインを頼む人が多いみたいですね。クオリティも高くて本当に安いんでおすすめします。ここのお店なんですけど、30年以上イタリアに在住している、日本人シェフが経営してます。お客さんはでもイタリア人が多くて地元民に愛されてる店ですね。でイタリアではパスタの後に肉料理を食べるのが普通らしいです。お腹いっぱいだったので、3人で店員さんがおすすめしてくれた、牛肉の、煮込みを頼みました。デザートはティラミスとパンナコッタをいただきます。飲み足りなかったので、地元の飲み屋街に行きます。はい、2軒目は結構カジュアルなカクテルバーに来ました。はい、おはようございます。2日目の朝食は近場のカフェで済ませます。はい、別京橋へ、向かってます。ちなみにこの橋なんですけど、フィレンツェ最古の橋らしいです。今日は昨日行ったドゥオーモとジョットの鐘楼に登りたいと思います。ちょっとその前にお昼ご飯食べていきます。イタリアのレストランでは、必ず出てくるこのパンにオリーブオイルをかけて食べます。注文したのは鴨肉のボロネーゼですね。本当美味しかったです。これは腹ごしらえもしたところで登ります。まずは、ドゥオーモから、463段登って上まで行きます。でちなみにドゥオーモの中なんですけど、こんな感じになっております。で上からはこんな感じでちょっとの鐘楼見えてますね。でその後ジョットの鐘楼も同じように登りました。でこっちからだとドゥオーモが綺麗に見えるので、どちらか登りたいっていう方はジョットの鐘楼を登ることをおすすめします。ひえで旅の最後は、ジェラートで締めくくりたいと思います。運動後は格別に美味しいですね。ではフィレンツェさよなら。飛行機乗る前、最後は空港でパスタをいただきます。結構美味しかったです。
今回はイタリアのフィレンツェに1泊2日の弾丸旅行で行ってきました。個人的にはあともう1泊ぐらいできたら、ゆっくりできてベストだったと思います。イタリアってスリが多いイメージがあると思うんですけど、フィレンツェはローマとかナポリなどに比べると治安が比較的良くて、あと、安定している印象を受けました。街自体歴史を感じる古い建物がたくさんあるんですけど、ペンキが塗り直されてたりだとか、ゴミも舞い落ちてなかったりして、比較的綺麗に保たれていると思いました。あとやっぱりフィレンツェといったら街のシンボルになってる、ドームですよね。写真とかでは何度も見てはいたんですけど、実際目の前で見るとすごく大きくて、圧巻でした。あと動画でも説明してた通り、ドアの周りの建物も綺麗な色で、繊細な作りになっているので、これは実際に行って見る価値があると思います。あとイタリアに関しては、どのエリアも共通して言えることなんですけど、イタリア料理はやっぱり美味しいです。フィレンツェって海に面してないんですけど、面してないので海鮮より、お肉系のパスタが多いんですけど、これまたどれも絶品でした。ぜひ、トスカーナ地方の有名なキャンティワイン、赤ワインですねと合わせて、食べてみてください。今回本当に弾丸旅行だったので、正直個人的にはもう一回行きたいなと思うくらい良かったと思います。はい、それでは、今回の動画はここまでです。どうもありがとうございました。